人生の4つの目標第2回目はアルトです。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、モザンビークなど国家レベルでの導入が行われた例もあります。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて、人生の4つの目標の2つ目はアルタです。もしまだ前回の動画をご覧になっていない方は後でゆっくり見ていただければと思います。このバガバットギーターの本の第6章施設20から23のところにはヨーガの定義づけが書かれていますが、そこのところで人生の4つの目標という話が出てきます。アルタというと、私は笑っていいとものスタジオアルタを思い出すのですが、そろそろ笑っていいともというテレビ番組を知らない人も出てきそうですね。スタジオアルタの名前の由来を調べてみると、渋谷のアルタビルの中にある映画館のアルタシネマというところらしいんですが、そのアルタビルというのは多分イタリア語やスペイン語で高いとか上の方という意味から来ているようです。今回の話のアルタはサンスクリット語です。インターネットで検索して調べてみると、実利とか富という意味のようです。あるいは塩、ソルトですね。それと洗剤や正常なものを表すそうです。間違っていたらごめんなさい。では、この本ではですね、アルタはどのような意味だと言われているでしょうか。それはですね、富、仕事、利点、有用性、報酬、利益というような意味です。なんとなくわかりますね。アルタは物質的な豊かさという感じでしょうか。富っていうのはまさにそうですし、報酬や利益という言葉もそうですね。私は昔誤解していたのですが、悟りを開くと物欲がなくなるのかと思っていました。悟りというのは人生のゴールです。ゴールに到達すると物欲がなくなるのではなくて、気持ちが満たされるんですね。そうするとお金とか物とかに過度の執着はなくなります。心の中にいつも幸せがある状態だということもあるのですが、自然からの支援を受けて必要な時に必要なものが必要なだけ手に入るとも言われています。生きているということは食べて飲んで寝てということが必要です。その時にはやはり快適な食事や住居があった方がいいですよね。超越瞑想を昔から伝えてこられた代々の先生方の生活については、皆さん快適に生活されていたようです。お弟子さんが集まってきていたということもあると思いますが、幸せに暮らしていたという感じです。アルタというと富ということで、現代で言うと例えばエルメスのバッグなどの高級ブランド、フェラーリなどの高級車、タワーマンションに高級家具ということをイメージされるかもしれません。しかしこのバガバットギーターの本ですね。これは原文があるんですけれども、そのバガバットギーターが作られた大昔の頃、それは多分今とは全く生活が違っていたので、そういう装飾品のことは言っていないような気がします。装飾品っていうのはあったと思いますけども、自分が買えないぐらいな高いお金のブランド品っていうのはなかったと思うんですね。で、ここはあくまでも私の考えですが、生きていく上で手に入れる富というと、例えば果物とか野菜などの収穫ですね。この本に書かれている富や報酬、利益っていうのは、もしかしたら自然界からの恵みという気もします。あとはいろいろな素材を使って家を作ったり、何か生活に必要なものですね。そういうものを手に入れながら生きていくというか、そういうものを楽しむことが人生の目的の一つかなと思います。
食料で言えば、食料危機よりも豊作の方が富や報酬が得られるという感じで、気持ちはワクワクしますよね。安心して生活するためのものとか、それがあると楽しいとか、そういうものがアルタなのではないかと思います。人生の目標の一つがアルタだから、高級ブランドを買わなくちゃと焦ることもありません。逆に買わない方がいいっていうこともありません。快適に生活できればそれがいいですね。この本では、永遠の至福を経験すれば、富とか仕事、利益などの願望は全て満たされると書かれています。その理由なんですが、先ほど言った高級ブランドなどの物質的なものではなくて、自分の中の幸福感を増すことが大事だということです。これはどういうことかと言いますと、超越瞑想を行うことで自分の内側に幸せを感じるようになってきます。これは至福意識とも呼ばれるんですが、自分の内側にある幸福感というのは、それがまさに富であると定義されています。超越瞑想を行うことで、あなたの内側に幸せが増えていきます。それは銀行に貯金するような感じで、富の貯金が溜まっていくことになります。そういう心の中の富の蓄積というのは、あらゆる点において、まさにアルタの目的そのものであると言われています。ここで今日の話を整理してみましょう。最初にアルタの話をした時には、アルタとは富のことだと説明しましたよね。財産とか車とかそういうものです。また野菜など食べ物の収穫の話もしました。そしてそれらは心に喜びをもたらしてくれます。よく考えてみると、それって外側のものですよね。あなたの心、体の外にあるものです。それらはどれもあなたには属していません。あなたのものではないというか、表面的なものというか、とにかく外部のものですね。例えば一軒家にいてガラス窓から外を見ているとしましょう。そこには何が見えますか？外は晴れていたり、雨が降っていたりします。そこに高級スポーツカーが止まっているのが見えます。あなたの車です。高級バッグもあります。所有欲は満たされますね。ただそういう外の世界が快適であったとしても、あなたのいる家の中が汚かったり、変な匂いがしたり、そういう状況だといかがでしょう？寒すぎて震えていたり、逆に暑くて逃げ出したくなるような状態だとどうですか？家の中は快適な方がいいですよね。その家をあなたの心だとしてみましょう。もしあなたの心が幸せでいっぱいになっていれば快適です。高級バッグがあってもなくても快適さは変わりません。このあなたの心の中の幸せ、それこそがアルタを満たすものなんですね。究極的にはアルタというのは外側の富というよりも内側の心の内側の富ということになります。インターネットなどで調べると、アルタというのは一般的に富ということになっていますが、それは超越瞑想という自分の内側の幸せ。私たちはこれを至福意識と呼んでいるのですが、そこに到達するテクニックを知れば、心の内側にある富に気がつくと思います。超越瞑想というテクニックを知らないと、表面的な物質的な富しかないと思ってしまうかもしれません。ただこうして説明を聞けば、実際に超越瞑想を行っていなくても知的には理解できたと思います。そう考えると、人生の4つの目的の1つがアルタということも納得いくと思います。心の中に幸せを感じ続けることが人生の目的だと言われるとどうですか？楽しそうですよね。超いい感じ、超越瞑想いい感じということです。ということで、人生の4つの目標の2つ目はアルタでした。最初の1つは何でしたか？覚えてますか？はい、そうです。ダルマです。あなたの使命です。そして今回がアルタ、富です。
次回はカーマ、そしてその次はモークシャの説明をしますね。はい、今日は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのも良いと思います。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。